無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士、新 SD 戦国伝超機動大将軍編、気流ガンダム、1995年発売のキット。今回は塗装パートその2、武装パーツを塗装してスーパーモード、潮流の構えまで完成します。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのライトフレッシュを使いましたが、他によく使っている下地塗料では同じファレホのゲームカラーエルフィックフレッシュ、シタデルカラーでベースコラックスホワイト、ベースボーン、レイヤーホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかがあります。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色分け最初はゲームカラーのマジックブルーです。肩アーマーのパーツに明るい隠蔽力強い青カラーです。次に金色です。今回黄色の成形カラーパーツは金色に全塗装をしました。シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーです。ヘルメット、弁髪、肩アーマーの一部、流刀、バックパックに下地が完全乾燥の後に塗りました。極力均一なペイントができるようにシタデルカラーテクニカルのラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと筆ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。ベースは顔料の濃度が高く、下地としても最適な塗料種です。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約50分でした。超機動大将軍編は SD 戦国伝シリーズでは7作目、F91 とその一族を主人公にした新 SD 戦国伝のシリーズとしては4作目です。今回の気流ガンダムが3体目のキット。登場キャラクター、ストーリーは機動武闘伝ゴッドガンダムがベースになっていました。広い面積は一気にブラシハケの類で塗り切りました。続いて赤の色分け、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。下地も効いて一発で色が乗っていきます。流刀、肩アーマーのパーツにそれぞれ塗装箇所はありました。ゲームカラーのシルバーです。龍河にさすがの銀の発色の強さ、一発で色が乗っていきます。塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使ってペイントしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。軽装形態に武装する形でスーパーモード、潮流の構えを組み上げます。腕部は手首の部分に肩アーマーを取り付け、右手先端に流刀をジョイントします。左の肩アーマーに弁髪を取り付けます。スーパーモードは潮流の構えで、流派は潮流拳法。最大の奥義で自らを龍神の化身とする構えです。バックパックを背負わせ、
棍棒は背中に取り付けました。フロントビューからリアビューがこちら。そしてこちらは武者形態です。フロントビューからリアビュー。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー143気流ガンダム塗装パートその2武装パーツ編武者形態とスーパーモードを完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。